こんにちは、山下夏実です。6月21日日曜日、今日も平塚海岸でスキムボードと数本だけサーフィンやったかな、楽しんでいきました。波サイズが少し筋上上がっていたというのに加えて、予報外のオフショアスタートっていう感じで、風面波ではあったんですが、それでも少しいい波は来てたかなといった印象です。難易度は非常に高かったと思います、やっていて。これどう合わせて乗っていくのがいいんだみたいな感じではあったんですが、全然選べば乗れてたかな。少しポイントも適度に動きながらやってて、この辺りはライナーを狙っていってた時間かな。ここのライナーが結構難しくて、見ていただければ分かるかなと思うんだけど、巻きが甘い上に、スープに仮になったとしても、そのリップの上だけ、ほんとその一瞬の部分だけなので、難易度が非常に高かった。その狙う波がこんな感じで巻き構え、これとかスプレーター狙って、これはインサイド引きつけてライナー側、ちょっといろいろ狙いを探しつつやっていたけど、難易度高かったね。これとかは比較的に乗れてる方だと思う。でベースはそうこんな感じだから、緩く合わせてリッピングとかを狙っていけるといいかなって感じではあった。この辺からちょっとピークを移動して、少しショアブレーキのきつい場所に移動していってやっていってるんですが、例のごとく少しブレークが速い系の波で、手前にキャップが1枚必ずあるので、そういった相変わらずの難易度の中やってた感じだね。ただサイズがある分、このパワーが適度にあったので、パワーがなさすぎる小波とかの中途半端な波よりかははるかに良かったんじゃないかなっていう風に思います。これとかも速いけど一応しっかりリッピング、これナイスターンだね。この辺りはちょっと板を借りながらボードインプレッションの方したんで、タイミングでメンバー限定の方でこの動画は解説動画を上げるんで、もし気になるよって方はメンバーシップの加入と、ご視聴をしていただけるとありがたいかなっていうふうに思います。メンバーシップの方で上げるんですが、ボードインプレッションを行ったボードの中では一番フィール良かった感じで、結構ライディングも乗れてたんでね、乗り味とかの方も解説してます、そっちの方で。そういうのも含めていろいろ波を探しながら乗っていきながら、この辺りはラップラインをメインで狙ってます。やっぱギャップを1枚越えて最後のこの口の深いところ、これとかもよく回しきったね。これをどう乗るかっていうのがやっぱり難易度が高かった部分かな。少しでも遅れちゃうとこういう風になってたので、狙う位置を間違えたりとか、タイミングが遅れるとちょっとダンパーには捕まっちゃう。しっかりその辺を読みながら狙っていけるとよかったかな。これは最後2段波になっちゃったけど、狙いとしては悪くない。ギャップ越えてラップ、これかなり良かったね。このギャップを超えるっていうのを今日はとにかくその重要なポイントとして挙げられるぐらい、そこをどう乗るかっていうのが一番重要だった。とにかくギャップを超えた裏の波とかが結構狙い目ではあったので、っていうよりかはギャップが過ぎてから走って出てテイクオフして乗るだと、結構狙いとしてギリギリになってしまう。間に合うのか間に合わないのかなので、できるだけギャップを1枚超えるタイミングで出る。これとかも1枚超えてすぐサイドに切り替えるリッピング、
これが一番ベストライドを出す可能性が高かったかなっていうふうにも、はい、非常に難易度高かったね。もうギャップのサイズがもう普通にリッピングできるぐらい、普段であればそこを狙っていけるぐらいのサイズ感だったので、まあ相当な前足の脱力ですね。こういう感じので、ギャップを超えた後に可能な限り失速しないでターンができるっていうのがポイントだったね。間違いなく難易度は相当高かったかなといった印象です。この辺りもちょっと少しだけですがピークを動きながらやっていって、まあ、少しだけですが波のダンパー具合が収まる場所プラス多少引きつけてもこの辺は乗れる場所を狙ってやっていってる感じですね。スキムをこのギャップ越えね、最後3ショービット狙い、まあ、悪くはないね。これも1枚超えて、この辺は比較的ギャップ弱いかな。でナイスラップ、そこまできつくはない。でもなかなか普段の平塚の中だと今日もギャップあるねみたいなぐらいのサイズなので、まあ、相当選ぶ必要はあったよね。そこのギャップを過ぎてから狙うのか、ベストライドを狙うためにギャップを超えていくのか。とにかく難易度は高かった。これはインサイドで180狙い、ちょっと抜けちゃったかな、エアが。これも難しいタイミング。ナイスラップ、いいですね。これ完成度高いね。手前の越え方も相当素晴らしい。今のはこれはあえて奥の方まで行ってウォータードロップしたけど最後刺さっちゃったね。ちょっと惜しい。このラップラインも悪くない。ナイスラップ。本日もこの辺で台湾チームが到着した感じだったね。昨日の2倍ぐらいの人数に増えて平塚に到着してました。非常に盛り上がってましたね。まあ、やりやすい波だったかもしれないですね。昨日より少しだけサイズもあったし、昨日みたいな中途半端な波なことはそんな多くなかったので、これはラップラインですね。ライナーでもありそうだったけど、まあラップの方が今のは残ってたかな。1枚超えて、今2枚超えましたね、ちっちゃいので。ラップライン3ショービット、ナイス。これナイスライディングだね。これもギャップ1枚超えて裏側、さすがに乗りづらい。ただギャップを超えてから狙ってたら今のは間に合ってないですね。もう完全にそこの判断。これはライナー側木にグラブして安定させてる。この辺は台湾チームがやり始めた時間かな。結構みんな楽しんで乗れてたんじゃないかな。さあこのギャップ越え、これよく越えましたね今の。そしてここからラップラインよく抑え込んだ。バック押しも抑えていく。これナイスライディングだね。おそらくベストライドかな。今のギャップ越えの難易度が巻き戻していただければ分かるかなと思うんだけど、テイクオフして一番水量の多いところでサイズのギャップを超えてるっていうのが、ポイントですね。大会とかであればちょっと評価はされにくいけど、分かる人からしたら相当難易度が高いっていうのが伝わるかなっていうふうに思います。もう限界まで膝の脱力が重要。とにかく今日はそこが本当にポイントだった。失速をしないっていうのが重要だったよね。これとかもみんな手前に引っかかってますからね。いかにこれを刺さらないでこういう風に越えられるか。その先にはちょっといい波。これは180でコンプリートしてったね。いい狙いだったね。ブレークが速いと踏んで180をしてった感じだね。
ナイスラン。これも悪くない。さあ波が消えてます。これはしかしラップラインしっかり踏んで前出てきました。あんまり綺麗にはかぶれてなかったんですよね。これで悪くないと思います。このギャップも超えて1枚裏踏んででバックウォッシュでも抑えきってる。これはインサイドライナー側かな。ボードキャッチ。テイクオフスピナーターンラップライン、いいですね。今のはトリックからスタートして、普通にリッピングしてラップラインだけだとちょっと物足りない感じの波だったっていうのを即判断して最初にトリックかけるって感じかな。テイクオフ、さあギャップ1枚超えて相変わらずのこれでパワーをターンの時にもらえなかったので180気味に今前出てきましたね。強引に加速させるスピードですね。基本はこういう風に綺麗にラップできる方がいい。ただ波のパワーがない時の、手段として一つターンしたけど少しパワーもらいにくいなみたいな時になったら少しテールを浮かして上げると少し前に出れる。気持ち程度ですよね。さあいいですね。ギャップをオーリーで越えてリッピング、これかなりハイエアだったね。あんな高く飛ぶ必要はなかったけど、ただ技術が素晴らしい。今のはなかなかできる人はいないライディングかなと思う。テイクオフして、これはスプレーターンだね。スプレーを出していく狙いでいった感じ。リッピング180からリッピングですね。これいいですね。180もしっかりテールが上がってる高さがありますね。これギャップ超えて1枚裏狙ったけど手前のギャップで食われちゃいましたね。少しこれブレイク早いけどよく残しましたね。少し飛び気味に残していきました板を。ここで少しサーフィンしてったかな。1、2本ぐらい狙ってった感じかな。セットをなかなか引っかからない感じではあったですが、なんとかですね。インサイドまで、基本は沖から緩く浮力ある板で乗る感じの波ではあったかなっていうふうに思います。これとか悪くないライディングだね。あともう一回ここから沖に出たかな。そうだね。もうワンセット狙っていこうと思って、狙っていってこの時なかなか乗れなかったんでね、1本目が意外とサクッと乗れちゃったっていうのもあるんですが、これで上がってきた感じかな。180入れてレールすぐかましてインサイド掘れてる場所を狙っていく。これとライディングは結構良かったかなっていう気がするね。上がってきてこの辺りからスキムもう一回狙っていくんですが、この辺りの時間はスキムが少し難しくなってたかな。これとかフロント行けばよかったけど一瞬悩みましたね。これはこの辺りは最後少しスキム狙ってかなり難しかったので、台湾ス
スキムメンバーと交流して、練習終わってった感じだね。平塚は定期的に、アジア圏のスキムボーダーが結構遊びに来ることが多いんですが、今回に関しては、波も悪くない感じで、この台湾メンバースキム波当てれてよかったんじゃないかなっていうふうに思います。めったにこういうトリップの人が来た時は波当たらないことが多いんですがね、波当たってくれてよかったなっていうふうに思います。僕としても大会前に結構こういう癖のある波で練習できたっていうのは非常にいい練習ができたかなっていうふうに思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の動画が良ければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。